はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半のタロットリーディングをさせていただきます。では早速いきます。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドの6、タワー逆、エンペラー逆、ワンド4逆、忍者、ワンド8、これさっき飛び出してたカードですね。そしてペンタクルス3、気をつけること対策はワンドの7とソードの3とオラクルはお月さんです。ダイヤのかな多いですね。はい、ちょっと星の話先にさせていただきますが、まず7月21日が満月になります。でこの満月は天秤座の皆さんにとってはね、仕事運とか社会というところで起きますので、ちょっと待って、起きますので、非常に考えさせられるんじゃないかなって感じがします。いろんなことを、これから先の自分の仕事とかそういうのをね。でちょうどその時、21日同じ日にこう切り開いていく力とかバイタリティとか勇気とか行動力っていうものがもっと自分自身を高めてくれるっていうような、もっと自分の可能性信じてみよう、あそこに行ってみよう、こっちやってみよう、専門性を極めてみようみたいな、すごいこう後ろから風をこう追い風として使えるようなエネルギーが返ってきますので、こう勢いが出てくるなっていう感じがすごくします。で7月22日からは少しまたね、光の当たる分野が変わり、こう一人で頑張るというよりも誰かと協力してやっていこうとか、こう今いる自分の状況や環境の中で協力し合いながら新しい可能性を見出していこうみたいなね、こう協力体制がだんだん整ってくるみたいな感じになるんですね。でもすごくやはりこの7月21日以降、特にここからの後半っていうのが、こうご自身が今年の後半に掲げていた目標とか、もし今年こんなことしたいなっていう目標がある方にとっては、今年の後半それをまさにそこにタッチしていくよみたいな流れとして使えるので、動くなって感じがします。はい、実際にそれが現実化するとかね、何か具体的な本当に直感として感覚として感じるのは、もしかしたらお誕生日の頃かもしれませんが、また10月に日食もありますしね。でも十分この7月末、そして8月もこう新しい方向に行き始めたぞみたいな勢いはすごく感じます。そしてそれを踏まえた上でのカードですが、ご自身でもこの流れ勢い感じてるんじゃないかなと思うんですね。もう入り口がワンドの6で、もううまくいくよとかうまくいくような話をもう聞いているみたいな感じがあり、自分が欲しいものは手にできる、そしてそれを見てくれてる人や応援してくれる人、報告する人がいるみたいな感じがあります。でそっちの方向に向かっていくにあたって、すでに何かを壊したとか、何かを諦めたとか、何かを壊して、もしくは何か一つを犠牲にして新しい方向に行こうとしてるのかなって感じがしますね。これはすごく勇気がいたことだと思いますし、またそれを超えられるっていう自分自身を信じてるっていうのは素晴らしいことで、それをカードが示してくれてますね。ここでエンペラーの逆が出ているんです。私から逆ですけど、でも全然それは良くて、自分で自分の力を信じて行動しましたよねっていう感じがすごくあります。でまだご自身では思うような結果が出てないとか、本当に 100% 満足してるような状態じゃないにしても、でもそれを信じて頑張ったっていう経験や実績は消えないし、それは誇りに思えることだからいいですよねって言われてます。そしてもしいやいや実はそうせざるを得なかったからそうしただけなんですとか、いや大変だったから仕方なくやったんですよっていうことであったとしても、すごく応援されてますし、いいよいいよって感じでなんか拍手されてるような感じがしますね。なので何か一つ壊さなければいけなかったもの、その壊したものとか、もしくは予定変更になったものっていうものに対して、自分がもしかしたらその怒りとか
そのいろんな負の感情っていうものがあったかもしれませんが、でも今となってはそれがあったからこうなったなみたいな一つの感謝に変えられるっていうのかな、それもすごく大きなことじゃないかなと思います。そして今現在は人間関係がとてもいいです。自分仲間がいるとか信頼してくれる人がいるとか、いざという時に協力してくれる人がいるっていうような感覚で、決して一人じゃないんですね。で、一人でももちろんできますが、誰かと協力する仲間がいるっていうことの方がすごくなんか安全ネットが張られてるみたいな感じがあり、すごく安心して、乙女座じゃなくて天秤座の皆さんは安心してその自分の力を発揮することができるいい感じだと思います。なので今この感覚なのであれば、より一層他者を信頼してみてくださいね。他者に頼ってみたり、声をかけてみたり、また自分も声かけられた時に対応してみたりみたいな感じしてください。そして決して誰かがいないとできないというわけではないんですが、それがすごくさらなる安心材料になるっていう感じがするんです。でさらにそこから、でも実際は自分が何をしていくかっていう自分の個性だったりとか思いっていうものが大事なので、それをしっかりと温めていく、探っていくって感じが出てますね。忍者ということで本当にこの道でやっていけるかもう一回考えてみようとか、実際この方法でやっていくのは私にとって正しい道なのかとか、自分の人生とか今の自分の立ち位置とか、そういうものをじっくり感じたいんだっていう感じ。そして安心して一歩ずつ進んでいきたいんだっていう感じがします。なんか流れが来たからそっち行くとかではなくて、ゆっくり考えて納得して進んでいきたいと。で納得したら早いですね。納得したら動き出すって感じがあります。やっぱりこれって7月の22日以降なんじゃないかなと思うんですが、ここでやっぱりワンドの8っていうカードが出ていて、もう飛んでいきますみたいなもういきなり声がかかって、はい行きますみたいな感じでいきなり動く、いきなり遠方に出張に行くとか、呼ばれて旅行に行くとか、そういう自分で今まで自分を制限して抑えていたけれども、はい決めた行くみたいな感じで早いし、この流れに乗ってほしいなって思いますね。そしてその先で学ぶことがたくさんあります。学べることがたくさんある、協力者もいる、刺激ももらえる、自分一人じゃない何か化学変化が起きそうな感じがすごくします。これはペンダクスの3ですけどね。なのですごく学びが大きい2週間だなって感じがします。この感じを感じると。ただしオラクルがお月さんなので、ご自身の中ではもちろん不安があるとか、本当に大丈夫っていうような心配があったりとか、ちょっと気を抜けないわって感じかもしれませんが、いいんです。それでもはっきりと見えてるから安心っていうことではなく、何が起こるかわからないし、わからないからこそちゃんとアンテナを張り巡らせておこうっていう、その姿勢や感覚がより豊かなものを引き寄せますよっていうふうに言われてる感じがするんですね。はいもうこれで決めたからあとはそれ行くだけみたいな感じでただ進んでいくのではなく、ありとあらゆる可能性やそのアンテナを張り巡らせて、でも自分は決めたからそっちに行くみたいなね、やることによって自分が想定していることとはもっと広がりのある波紋が広がる可能性が見えてくるよっていう形なので、それを一つずつ見て感じていくことを楽しんでくださいって感じがしました。そして本当にこれが何が起こるのかな、どうなるのかなってドキドキもあるけどエキサイティングな感覚もあるし、初めての経験っていうのもあるし、それに対してワンドの7がね、大丈夫ですよと、なんかもし何かがあったとしてもちゃんとやっていけますよっていうふうに言われています。なんかそんなことは大したことじゃないみたいなね何か心配事とかトラブルみたいな想定外のことがあったとしても大丈夫大丈夫、そんなのは全然大したことないからみたいな感じで対処していけるっていう感じが出てます。もうそれなぜかっていうと、ここまでの中で十分やっぱり経験してきて、もエンペラーをね経験してますから、もうその経験があればそんな大したことないです、誰かに何か言われようともとか多少問題があったとしてもそれは想定内ですみたいなね感じでやっていけます。そんなの全く妨害にならないって感じで、ただねそうやって勢いを持って進んでいってる時っていうのはいいんですけども、ふとした時にやっぱりちょっとハートが痛んでるなとか
昔のことを心配してみたりとか、昔のことをもう一回思い出して心配したりとか、そういうのがあるんだろうなと思いますが、それ大事に至らないと思っておいてください。カップのプリンスということで誰かからの優しさはちゃんと届きます。ご自身がね余裕がない時っていうのはちょっと若干これ以上傷つかないようにとか、これ以上失敗しないようにということでちょっとハートを閉じたくなると思うんですけども、でもこの2週間っていうのは仲間がいる、もしくは呼ばれている、誰にって人かもしれないし、その現地の空気かもしれないし、宇宙かもしれないし、何かから呼ばれている。そこに向かっていく時にちょっと心もとないなとか心配事があったとしても必ず助け舟が来るっていう感じがあるんです。なので一人じゃないよということでそっちの方向に向かっていってほしいなって感じがしました。ちょっとそれを踏まえた上での仕事運を見させてください。お仕事ね。節制、女帝、デビルということで、とっても楽しそうな、おそらくですけど7月21日以降やっぱりここよねとか、やっぱりこれよねっていうその方向性みたいなものが決まったり、決めたら早いって感じがあるんですね。でそっちの方向に行くって決めたらもう楽しい、やっぱりこれかみたいな楽しさもすごくあります。ただそこにどっぷりとはまりすぎて余計なハマりすぎに注意っていう感じですかね。何事もほどほどにみたいな感じはありますね。何でもそうですよね。すごく楽しいしすごく好きだからそのことにばっかり没頭するっていうのも楽しいんですけども、お仕事に関してはあまりにもそのことに執着しすぎてそのことばっかり考えるっていうのは注意してくださいって感じで言われてますね。あまりにも嬉しすぎるから他のものも全部いいみたいな感じで全部なくしてそれだけやるっていうのではなく、今開かれている可能性はもちろんありつつもベースはちゃんと整えておいてねみたいな感じで、ベースごと全部持っていかないでねみたいな感じがあります。はい、そしてでも楽しそうですね。そして人間関係見てみます。カップの4とワンドエースとワンド10ということで、先ほどね現状のところで何か深い信頼感とかね、豊かさとか協力者とかそういうのがいるねみたいな感じで言ったんですけども、いるけれども信じてないって感じかな。自分では確かに今いい関係です、とてもうまくいってます。でもこの関係ずっと続くかどうかわからないみたいな感じで、ちょっとその永続性みたいなものっていうものを信頼してないっていう感じがします。でも実際やることがあって仕事をしたりとか一緒に勉強したりとか何か一緒にやることある間はものすごくいい関係なんですね。だから別にこの関係が一時的なものなのかとか永続性があるのかとかそういったことも一切気にせずに、今自分は関係性においては恵まれている、そして必要であれば他者からの助けも来るというふうに思っておいてください。なんだか人間関係というカテゴリーで見たら急に他者のことはそこまで信用しませんみたいなエネルギーがあり、自分でやりますみたいな感じがあって、自分で抱え込みすぎてしんどくならないようにねだけ気をつけてください。さっき言ったちょっとハートを閉じたくなってるのかなって感じがしますね。これ以上もういいですいいですみたいな、他者から批判されるぐらいだったら関わりませんみたいな感じでちょっと閉じたくなる時もあるのかもしれないけど、いやいやちゃんとね応援してくれる人も出てくるし、開いたら開いた分傷つけられるんじゃないかという思い以上の喜びや愛情も感じられますよっていう感じだと思います。はい、ということで最後にもう一枚だけねちょっとオラクルカード引かせてください。はい、じゃん。これはどうですか？このカードを見て何かしら感じることがあれば皆さんの直感を使ってメッセージを受け取ってみてください。どんなメッセージを受け取ったのかね、よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。
Your Eternal Spirit ということですごくいいですね。神聖なる直感が使えるよっていう感じがあります。自分自身としっかりつながっていれば答えはいつでもある。これとこれちょっと私の中では通じるものがあるなって感じがします。お月さんのカードでその全体的にね、今すごくいろんなアンテナを張り巡らせて可能性を見ていけるよ、感じていけるよ、波紋が広がるよって感じで言ったんですけど、まさにそんな感じなんです。今の天秤座の皆さんって自分の可能性が広がっていく。そしてその広がりっていうものは閉じられたものじゃなくて開かれたハートで他者と関わりながら環境と適応しながら自分の世界を開いていくよって感じがすごくします。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。また次回7月の末ぐらいに次の動画をアップします。もし何かしら今回のも分かりましたとか良かったですという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると次の私の動画の活力になりますということでありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。